Good morning, everybody! 皆さんおはようございます。場所によって Good evening なのかな。で、実は私は本当はみんなと今日一緒にいたかったんです。大変残念ながらもどうしてもフランスへ帰ることになってしまいましてですね、一緒にいられなかったんです。なので今日ビデオでの参加になっています。本当に申し訳ないです。では、今日このリーダーシップとコンプライアンスについてのフォーラムに参加していただいて、本当にありがとうございます。今日の話は、大きく言うと、3点に分かれます。1つ目というのは、自己紹介といくつか注意点を話したいと思います。2つ目、コンプライアンス。なんでみんなしてくれないの？現場レベルの課題ですね。で、3つ目というのは、リーダーシップが起こす自発的にコンプライアンスとは何でしょうか？要は解決策ですね。ということを話したい。で、Q&A は残念ながら今日はおりませんので、最後の方に自分のメールアドレスもちゃんと載せますから、もう本当に皆さんに多くの質問、ツッコミ、疑問をぜひ送っていただきたいと思います。これに関しては、霧のほど首を長くして待ってます。では、自分ごとなんですけれども、実はフランス生まれなんですけれども、国籍はイタリアとイギリスのハーフです。日本に来て36年間経ちます。そのうちの27年間が、コンサルになっております。皆さんが知っている KPMG コンサルティング、ベリングポイントという会社にも勤めたことありますし、西コンサルでみんな知らないんだけど、それなりに役割を果たしている、例えばロエンダルマッサージジャパンとかダートコンサルティングという会社です。大きく言うと ERP の導入の大型プロジェクトであったり、もしくは、調達戦略コンサルであったり、BI、ビジネスインテリジェンスの、導入プロジェクトですに対するコンサルをやらせていただいています。でもカルロ、これって共通点ないじゃんって思われることあるんですけど、実はあるんですよ。これ何かというと、皆さんが今困っているコンプライアンスと同じような問題なんです。要は、新しいことを組織としてやろうとしているのに、もしくは組織としてやらなきゃいけないものがあるのに、個人としてなかなかみんながやりたがらない。少なくとも一部がすごい反発する。これはコンプライアンスをすると際にね、依頼する際にある問題でもあるし、けどコンサルとしてもそれある。で、その時はその人たちに納得していただいて、ちゃんとやってもらうというのは、そのスキルというのは意識改革を起こすスキルであるというふうに言われています。で、私の専門は意識改革です。で、このスキルを元にして今の会社を作ったわけなんですけれども、これを今日皆さんにシェアしたことによって、皆さんもコンプライアンスを部下にちゃんとやってもらえるようになるということを、心よりも望んでおります。本もそれについて書いたことありますけれども、本についてはどっちかというと、世代間ギャップの、コミュニケーションギャップについてですね、の話をしております。で、その中では、その意識改革に使える技は、今日の使える技と似てますので、ご紹介させていただきました。子供は私は今、2人いるんですけども、残念ながらもうこんなに可愛くないんですよ。というか、全く可愛くないです。彼らは今、2人とも私より背が高いんです。その結果、彼らの趣味は私の後ろに立ってね、ダディが、ハゲが広まったっていうことが趣味なんです。ひどいですよね。私はもうちょっと有効な趣味があるって自分で思ってます。ここにもありますけれども、うちの一つっていうのは、軍事テクノロジーです。これ戦争が好きであるという意味ではなくてですね、我々が毎日使っている技術の大半というのは、軍隊も使ったりとか、元からそこから出ていることが多いんです。新しい技術を使ってその生産性を最大化するためには、実は組織を変えたり、組織の上を変える必要であったりするんです。で、軍隊はそれをよくやってるので、これを見たことによって我々のビジネスライフの中でも使えるヒントたくさんあるんです。そういうことを見るのは私は楽しいです。で、それを元にしてですね、2018年から
今の弊社を作っております。大きく言うとですね、組織から見てどうやってモチベーションを上げて生産性を上げられる、皆さんの意識改革を起こすことができるかということを、診断ツールを使ったり、直接改善コンサルティングプロジェクトをやったりしています。そして、リーダーの育成も、担当させていただいているということなんです。では、え実績としては本当に様々。大企業であっても、中小企業であっても、本当に3人しかいないような企業も、お菓子を作ってる会社。そして、例えばなんだけれども、IT 系、商社系、そうですね、建設系、もう本当にいろんな種類の会社を、担当させていただいていますけれども、結局みんなモチベーション同じなんです。その根本のところは。で、意識改革の引き金となるものも一緒です。なので、いろんなところに活躍させていただいている。で、その結果、90%ぐらいのリピート率ありますので、やっていることには自信があります。では、注意点。私はもうすでに気づかれていると思いますけど、敬語を使ってないです。で、敬語を使ってない言い訳はですね、元から話が長いって言われる人なので、敬語を使うと日本語は20%ぐらい長くなるんですよ。同じことを言うのに。なので、私は使っていけないというふうに思っています。さらに長くなるから。そして関連はしてるんですけども、本日は3ヶ月のプログラムを25分で伝えようとしてるんです。当然割愛しているところも、どうしても言う時間がないものも、たくさんありますので、そこで、先ほど申し上げたんですけども、疑問、質問、ツッコミがあるのであれば、ぜひぜひ、メールにして送っていただければ、喜んで、えーお答えさせていただきたいと思っています。では、1個目のね、なんでみんなコンプライアンスやってくれないの、なんでそんなに戦わなきゃいけないのという話ですね。で、大きく言うと、6点あります。1つ目というのは Y がついてないです。カルロ、なんでこれをやってくれないのって言われた時には、そもそも私はなんでこれをやる必要あるのって思ってしまうことが多い。で、これは私だけじゃないんです。多分皆さんもそうだと思うんですね。こんなめんどくさい。ただでさえ忙しいのになんでこれを依頼されるんだ。これできてないんだよね。とかっていうことになったりするわけですよね。なので、モチベーションを起こすのに Why というものをちゃんと理解しないといけないです。これは、例えばサイモン・スネックさんですね。元ボスコンの人ですけれども、人のモチベーション、行動、出身であったりすることを分析しているというのなんですけども、彼は、その Why を中心にしたマーケティング活動が必要であるというのは最初に言った人です。では、上司が守ってない。要はロールモデルが不在であるということなんですね。で、これは本当はやってるのに、それが見えてないだけという時もあれば、そうですね。そもそも仕事上で自分はそこまでやらなくていいということになったりすることもあるかもしれないです。ただ、部下からしてみればやってないように見える以上は自分がやる必要あるのかということを思っちゃうので、ある程度部下にはやってるように見えなきゃいけないんですよ。で、場合によって代わりにちょっとやってあげる、手伝ってあげるとか、そういうところでその癖がつくまでにはやる手もあれば、いろんな手あると思うんですけども、ともかく、やってないように見えてはいけないということですね。そしてルールが複雑であったり、実現離れしていることも結構多いんですよね。例えばの話なんですけれども、一つのものをやるのにコンプライアンスを踏むのであれば、いくつかの同意を事前に取らなきゃいけないんだけど、それをやったら、もう自分の仕事が間に合わなくなるとか、残業が増えるとか、でそれとともに残業は増えていけないということもあるんですよね。でそれがその次の問題ですね。ルールを守ると損するということですね。このような組織的な要素もありますよね。なんでこんなルールがそんなに難しいなのか、もっとやりやすいものないのかとか、例えば営業だったら、自分の売り上げを最大化しなきゃいけないんだけど、コンプライアンスのせいで、ああでもない、こうでもない、そうでもない、いろいろしなきゃいけないから、それに時間を回せないので、
で逆にコンプライアンスに従った方が損になることもあるわけです。その次なんですけども、これはどっちかというとリーダーの課題でもあるんですけれども、まあ、癖にならなきゃいけないね、こういうことは。コンプライアンスで大体一つのプロセスを踏むとはいえ、結構自分の乗り越えて踏まなきゃいけない。めんどくさいことだなとか、こういうの僕はあまり好きじゃないなとか、そういうような意識をたくさん持った上でみんなやってることが多いんですね。で、そもそも私はそういう真面目にいちいち一つのチェックをいろんなところに入れるタイプじゃないんですよね。特に例えば営業マンが多いんですけども、そういうような人たちにコンプライアンスを依頼すると、なかなかやらないということもそうなんですけども、簡単にこれからこれやれって言われても簡単にできないんですよ。性格上での問題です。なので、意識改革を望むのであれば、ちょっと指示して、あるいは3時間のセミナー、ワークショップを与えただけでは、相手が変わる、やり出すことを期待するのは甘いです。こういうものって明確なプロセスがあるんです。意識改革を起こすのには。残念ながらも近道がないです。本当に時間かかります。手をつないでメンタリングなどをして相手が徐々に変わっていくことをやるしかないです。指摘されない、評価されないというもう一つのリーダーの問題にもあるんですよね。要は、こんなことをやれって言われた後に本当にやってるかどうか確認がなかったり、そもそも評価基準の中に入ってないから、やったということにしても評価されないということになったりするわけですね。そうすると、やる意味がないんですよねっていうふうに思われがちですよね。でも、すでにちょっと答えは出してるんですけど、原因は何なのかというと、2つありますよね。リーダーシップスキルというのは1つです。で、2つ目というのは、組織のルールであると。まあ、今日は、リーダーシップとコンプライアンスというテーマなので、リーダーシップをメインに話すというのは1つ目の理由なんですけども、2つ目というのは、実はこの6つの理由の中で、4つがリーダーシップに依存するものなので、一番影響しているのは実はリーダーシップであるというふうに思われるんです。要は自分のリーダーのスキルとして、ちょっと改善していけば、相手の癖を直すことができるということなんです。それは今日のいいニュースです。では、中間管理職が抑えるべきやつのコンプライアンス領域というのは大体こういうところなんですよね。で、みんな嫌なんですよね。だけど、どうやればこれらを、みんなにやっていただけるんでしょうかということなんですよね。で、これっていうのはリーダーのたった一つのスキルに依存するものなんです。でそのスキルって何かというと、権限委譲です。権限委譲さえうまくいっていれば、実はみんながこれに対して、えやる気を出せるんです。で、これなぜかというと、そもそも権限委譲とタスクを振ることの違いって皆さんどう定義してますか？私が思うには、仕事を人に与えるときには概念2つ必要なんです。戦略と戦術。戦略というのは、なんでこの仕事、なんであなたに頼む、なんで社会、会社、お客様にそれが大事なのか。そして、何を最終的に着地点としているかということを説明することは戦略の部分です。戦術の部分というのは、この戦略を実現するために、現場が取らなきゃいけない行動のことを戦術というんです。なので、目的と目標の違いですよね。で、これにあたっては、ただ単にタスクを振るのであれば、特徴として、リーダーが戦略と戦術を両方決めて部下に伝えて、部下にその通りに実行してもらう。悪い言い方をすれば、部下は考えないでいいんですよ。言われた通りに動けばいいだけです。権限移譲をするというのは何かというと、リーダーが戦略を決めて、部下に戦術を決めさせるということです。そして、その経験、能力に合わせてガイダンスを行う。要は丸投げではダメですよ。で、部下が自分で決めた戦術を自分で実行するというのはここのポイントなんです。これをやれば権限移譲したことになります。で、なんでこれは大事かというと、
相手が初めてオーナーシップを感じるんですよ。自分のもの、マイベイビー化になるわけですね。で、自分のものであると、めんどくさいというか、そういうことを考えなくなるんです。やらなきゃって自ら思いやすい状況になるんです。要は自発性の一つの大きな条件としては、オーナーシップがないとできないことなんですね。自分ごとで感じてなければ自発性なんて感じることはないです。で、そうすると、今回覚えていただきたいことは何かというと、まずリーダーシップスタイルと組織化による課題であるのはコンプライアンスの課題です。そして権限移譲の仕方によって改善できる課題です。権限移譲はオーナーシップを与えるからです。これを明確に覚えておいてください。では、こう考えたときには、どんなリーダーシップを起こす、をやれば、やる気を起こすことができるかということなんですよね。では、まず私は今日紹介させていただきたいのは、ミッションコマンドリーダーシップの概念なんです。ミッションコマンドリーダーシップというのはもう、1700年ぐらいからありまして、日本には1905年ぐらいから使われていることもあります。ここにもありますように、セブンアイであったり、トヨタ、楽天、三菱商事なども使っています。京セラもそうです。もともと広く広まったのは特殊部隊からです。で、ここをすごい大事なポイントを前もっていきたいんですけども、相手に戦術を考えさせる、実行してもらうという話だったんですけども、多くの方々が、いや、でも私たちはビジネスがあるので、相手の好きなようにさせれば、こっちは間に合わなくなるよって思ってしまう方がいるんです。そんな話ではありません。だって特殊部隊はそんなことなんてできないですよね。きっちりとやらなきゃいけないことを期限内にちゃんとやってもらいますよ。漏れなく。なんだけど、そこの伝え方が違うということだけです。まあ、ご覧の通り、あの、成功している企業で使っている企業は実は後を絶たないです。では、権限以上の正しいやり方って何っていう話になるわけですね。私からしてみれば、まずステップ1ですね。相手を読んで、ねえ、なんとかさん、私はあなたに頼みたいものがあるんだと。で、そこで何をやるのかというと、背景理由、目的、指名理由を説明する。要は、先ほどあった通り、戦略を伝えるということなんですね。で、戦略を伝える際には、コツとしては、コミュニケーションポイントとしては、まあ、基本的に上司から部下へなので、ちょっとトップダウン的な要素がありますけれども、100%上司が喋るのではなくて、上司がだいたい7割ぐらい喋って、相手を巻き込むの。質問して相手に反応してもらって、同意してもらいながらやっていくということですね。この青い部分が上司が喋る割合。赤い部分が部下が喋る割合。圧倒的にはここをリーダーが多く話しているんです。これは戦略を説明している。それはリーダーの権限である。では、その次にはやるのは、目標の設定ですね。要は、いつまで何をどういうふうにやるか、タスク概要ですね。で、タスク概要からは、実は大きな違いがあります。戦略と違って戦術は、相手が自分で考えるという話だったと思うんですけども、自分で考えるのはこっちでは話していけないんですよね。話すのであれば質問のみです。あ、そうなの？なんでそう思う？え、それをやったらどうなるの？あなたがその期限までにやったらどういうふうに後に私は影響されるの？全部質問形でしかできないんです。で、質問は答えになっていけないんです。こういうふうになるって思わないっていうのはダメですよ。どういうふうになるのだけがいいです。で、まあ、それについて実は質問を中心にして相手からの納得を得て、スマートですね。皆さん覚えてますか？ 7 つの習慣のスマートですね。スマート、スペシフィックで、具体的、measurable、M ですね。定量化できる。A、achievable ね。現実的。R は realistic、違う、relevant、直接関係性あるということです。で、T は time ですね。この、5つの概念に従う目
表の設定の仕方を行うということです。なので、漏れなくちゃんとやらなきゃいけないですよ。好き放題ではないですよ。何回も言うけど。ただ、相手との協議、質問したことによって、相手に決めさせる、気づいてもらうというのはここのポイントですね。3というのは評価基準。評価基準と目標設定って違います。目標設定っていうのはいつまで何をやるかということなんですね。評価基準ってそのやったものが質は高いか低いかということを決めるためのものです。それも相手に決めさせるんですよ。何でもいいという話じゃないんですよ。要は今まで自分が伝えた戦略を相手がよく理解したいのであれば、目標設定も評価基準もある程度正しいところに持っていけるはずです。持っていけない部分を質問を使って相手を誘導させるっていうのはここのポイントなんです。その次には進捗確認ですね。これはほうれん草の代わりになるものです。若手ってほうれん草嫌いんですよね、本当に。なぜかというと自分のためになってないからです。しかも、ほうれん草しなさいって無条件で言われると、お前のことを信用してないって言ってると同じなんですよ。お前のこと信用してないって言われて嬉しいと思う方、いないですよね。なので、進捗確認というのは、ここで何かというと、SS の基準を設定する。どういう時に誰に何を頼めばいいのかということを事前に考えさせる。なんとか君、ここうまくいかなかった場合どうするとか、何か心配ってある、つまずきそうなところってある、ああ、ここちょっと自信がない。じゃあ分かった。つまずいた時にどこに聞きたいですか、どこに聞けばいいですかとか、どうする、どのタイミングで行くのということを相手に考えさせて決めさせるんですね。でそうすると、分かりました。じゃあ、その人のところに行くのであれば、私はあなたが行きやすいようにしてあげるから、伝えとくね。なんとか君が行った時に、手伝ってあげてねってちゃんと伝えとくから、気楽にいつでも行ってねということを言うんですね。そのようなやり方をやったことによって、相手が自信を持って人に手伝いを求めることができる環境を作るということなんですね。ほうれん草というのは、何か言ったら相手に怒られるというイメージが強いから、みんなやりたくないとは意図するんですね。うまくいってる時に、あ、よかった、はい、わかりました、続けてってしか言われないし、全然楽しくないよ、そんな。なので、まあ、これが進捗確認ですね。そして、リスク管理ルールを行うんですね。これ、お客さんに怒られるリスクってある、そういう時どうするべきとか、何か、いろんなことをそこで確認するんですね。リスクというのは、外部から来るリスクのことを示していることが多いです。まあ、例えば、注文した部品が全然来ないとか、間違った部品が来た。間違った注文をしてしまいましたということもその中にはありますね。で、そのようなことがあったことによって、プロジェクトあるいは今のタスクに大きく影響するんだけど、実はその相手の行動だけではなくて、いろんなところを含めているということですね。特に金銭的なリスクがあるものを示していることは、リスク管理の部分が大きいと思うんですね。で、それらを考えさせたことによってどうなるかというと、元から考えてるわけ、こんなリスクあるなって思うのであれば、それならないための意識が高くなって、それはそもそもなる確率が減るという、さらにいい作用があるわけです。なので、そのリスク管理ルールというのは、相手が問題があった時に安心して何をしなきゃいけないというのを事前に分かるということと、そもそもそのリスクを減らすという役割があるんです。ここまで全部やっていたらですね、もう相手に権限以上はできた、部分になります。要は、まあ、やらなきゃいけないことは全部決まってるんですね。ただ、そこで言うと、話しかしてないから、話だけではなくて、我々は今日決めたことをちょっとメールにして送ってくれないかいということをお願いすることができるわけですね。で、その確認メールがあると、言った言ってないというのはなくなりますし、その後から評価をするときに何に基づいて話したっけということもわかるし、相手も忘れずに、見に行けるものがあるということになります。で、最後なんだけど、日本語で特に異文化の人と喋ってる、それすごい大事なんですけども、お互い素直に話したつもりでも勘違いされたという可能性も十分にあります。文章を見たときにこの人正しく理解してるしてないかということを再度確認できるので、すごい大事なステップなんですね。で、これをやった段階では仕事を実行できるということで、いってらっしゃいということになります。で、最後になると、戻ってきて自己評価をさしましょう。これというのはすごい大事なんです。なぜかというと、まず最初のうち自己評価をさせると、やっぱりやってなかったこといくつか出てくるわけですよね。それって自分で自分に言わなきゃいけないんですね、上司の前では。
めっちゃ居心地悪いと思います。そうすると、次回もっと気をつける。自分に言ってることの重み、学ぶということですね。で成長するということなんです。でそこでやるって言ったのになんでやってないって怒るのは逆効果です。あらまあやらなかったらなぜそうなのって次回じゃあそういうことをそうならないためにどうすればいいと思うという質問をすればいいです。基本的にこれ3、4回回すと上司よりも部下が自分に厳しいということをパターンとして今見えています。これを正しく実践していれば。で、ここまでやると戦略と戦術をやったことになるわけですね。で、最後 PDCA をやる。固める。で、それは成長のもとにもなる。長期的には自分の仕事が楽になるんですね、上司としては。コンプライアンスにあたってもそうなんですね。で、まあ普通の仕事を依頼して、その中でステップ4とステップが5がコンプライアンスに依存するところなんですよね。特にステップ5ですね。なので、そういうところも、コンプライアンスは実は役立つ。で、当然、それまでにはこんなこと、あんなこと、そんなことも取らなきゃいけないときには、コンプライアンスに基づいてない行動を取ろうとした場合は、そこで相手にちょっと待った、これどうだったっけとかって言えたりすることができますので、そこでコンプライアンスにちゃんと自ら従わなきゃいけないということは分かってしまって、自らやるということを状況として起こせる仕組みです。では、相手の成長を願いながらも素直に本当に感じていることを伝えることは大事です。嘘はついていけないんです。で、気をつけないと、やっぱり自分が操られてるっていうふうに思われる、はめられてると思われる危険性もありますので、これを本当に気をつけて使わなきゃいけないんです。でも気をつけて使うのであれば、相手とのコミュニケーション、信用がすごく生まれるのも事実です。では、リーダーシップスタイルはね、大きく影響ある Why、ちゃんと説明するとですね。で、進捗確認、リスク管理で相手を考えさせる。そして PDCA で常に、改善を行うということです。これらが、実は今回の、私が皆さんに伝えたかったことです。よろしかったらぜひ質問たくさん送ってください。今日長い間私の話を聞いていただいて本当にありがとうございます。